こんばんは。坂道凛です。今日はですね、サードプログラミングコンテスト2022、別名アットコーダーヒューリスティックコンテスト017、こちらの方がですね、1週間かな ?1 週間と2日ぐらい、開催されたので、参加しました。で、成績はいいのか悪いのか、よくわかんないんですが、成績から、見ていこうと思います。正確に言うと、まだね、システムテスト中なので、最終結果ではないんですが、多分これで、あらかた確定かなと思うので、見ていきたいと思います。結果は、172。いいのか悪いのか、全然わかりません。一応参加者が、891人中の172となっております。なので、上位だと思います。ので、おめでたいかなと思いますので、自分の中では祝っておこうかなと思います。ちなみに、今まだ、ジャッジが、170人ぐらい終わってないので、最悪、340位ぐらいになる可能性はありますが、一応これ、プレテストの上位から順番にやっているんじゃないかと思うので、よっぽど強運な人が、乱数をすべて知っているみたいな人がいない限りは、これで最終順位決定かなと思います。というわけで、そこそこの順位を、取れましたということで、この1週間の生活を振り返っていきたいと思います。で、その前に、参加者、さっきも言ったように1000人いないので、これを見ている人が参加しているとも思えないので、とりあえずどういう問題だったかを振り返っていきたいと思います。ちなみにこれ、振り返るのも、昨日、アットコーダーの公式配信、公式チャンネルで、振り返り配信があったので、問題見るのも2回目になる人がいるかもしれませんが、見ていきたいと思います。きょうさんこんばんは。いらっしゃいませ。きょうさん、公式配信にいたような気がしますね。チャット欄に見かけたような気がします。なので、2回目の、問題文、楽しんでいてください。ということでね、ロードリペアっていう、問題でした。道路工事。で、ストーリーは、高橋市は老朽化した道路の補修工事を計画している。高橋市の道路網は交差点を頂点としてその間の道路を辺とした平面向こうグラフとして表現できる。これ高橋市じゃなくてもだいたいこれで表現できますね。立体交差とかバイパスがあると若干変わりますが、そういう感じの非常に一般的な街になってます。大体狂ってるんですけど、今回の設定はまともです。で、工事中の道路は通行止めとなるため、目的地に移動するには遠回りをする必要が生じ、市民の不満が溜まってしまう。1日あたりに同時に工事できる変数の上限と、すべての工事を終えるまでの日数の上限が決まっているので、
できるだけ不満が少なくなるように、各辺を、何日目に工事するか計画を立ててほしい。というわけで、非常にこれ、ストーリーを見るだけで、問題の内容が想像できるっていう、とても、私的にはいい問題だと思います。逆にこれだけ見れば大体わかるっていうのはね、いいですね。そうはならんやろみたいな設定が入っていると、問題文が全然頭に入ってこないんですが、これはね、常識的な感じなので、非常にいいと思います。で、別に問題違反とかそういうのを、するつもりでもないんですが、いいと思いました。で、本題の問題文に入ります。問題文に入る前に、飲み物でも開けようかと思います。月曜日から、お前は何を飲んでいるんだっていう、話になりそうな気がしますが、月曜日こそ酒を飲めと、誰かが言ってたので、月曜日こそ酒を飲んでいきたいと思います。喋りながら音をごまかそうと思ったけど、見事に後ろに入ってたような気がします。というわけで、乾杯。はい、というわけで、そんな感じで、ゆるくいきますので、よろしくお願いします。で、問題文。辺に重みのついた6頂点の、向こう平面グラフが与えられるので、N じゃないや。何でも N にしたがっちゃう。D 日間で、各辺をちょうど1回ずつ工事したい。各辺の工事は1日で完了し、同じ日に最大で9本の辺を同時に工事することができる。工事中でない辺は両方向に通行可能で、辺の重みはその辺の上を移動するのにかかる移動距離を表す。どの辺も工事を行っていない状態における頂点 I から頂点 J への最短距離を EIJ とする。元のグラフからK 日目に工事する辺を取り除いたグラフにおける、頂点 I から頂点 J の最短距離を DKIJ とする。ただし I から J へ到達不能の場合は DKIJ イコール10の9乗とする。これがね、永遠になくならないのが最初にあって、何事かと思いましたが、それはさておき、この時、K 日目の工事に対する不満度 Fk は以下のようにランダムな異なる2点間の最短距離の、増加量の期待値として定義される。というわけで、この式ですが、工事後の距離引く、工事前の距離を足したものを、その、エッジの数でエッジじゃないや。頂点だから、頂点から頂点の距離なので、頂点の組み合わせの数で、割ったやつが不満度です。っていう式です。US さんこんばんは。そう、道路工事を、高橋市の、道路を、工事してやろうと思ってます。ていうか、工事しました。工事、終わらせました。っていう感じです。なみどりちゃんこんばんは。いらっしゃいませ。今日はアルゴではなくヒューリスティックです。楽しいヒューリスティックです。ということでね、この FK がね、個人的には一番の罠だったんですけど、二重の意味で。とりあえず、こういうのが、期待値、不満度の期待値で。違うな。期待値が不満度です。違う。K 日目の不満度がこれで、工事全体に対する不満度は、各日の不満度の平均を用いて、これが
不満度なので、P に時間あるので、足して割ります。で、ヒントにするのに、10の3乗をかけます。と定義されます。工事全体に対する不満度ができるだけ低くなるような工事計画を求めよう。皆さん、大切なことなので、もう一度言いますが、不満度ができるだけ低くなるような工事計画を、求めてください。これがね、この日本語が、わからない人は、永遠に、わけのわかんない答えを出し続けます。さあ、それは誰かな？私だよ！ということで、多分ね、最初の提出、ほぼほぼ不満度マックスにしようと頑張って、めちゃくちゃ点数高いじゃんみたいな、ウキウキとして提出して、なんかおかしいということに、気づきました。ということでね、これはね、不満度なので、できるだけ小さくすることが求められます。気づいてくれた。ぽよぽよさんいらっしゃいませ。そう。誰も知らないだろうと思ったら、気づいてくれてよかったです。小梅太夫にするか、西岡澄子にするか、いろいろ考えたんですが、西岡澄子さんに、させていただきました。そんなこと考えてるんじゃないっていう話なんですが。というわけでね、これなんですよ。なので、最高得点を逆の意味で、獲得できたと思います。みけみけさんこんばんは。最近他の子と遊んでるのは秘密です。それは言わないんです。あえて言わないんです。っていうのがね、円滑に生活するコツなので。というわけで、無知は持ってきません。持ってきません。ああいうね、色物芸人、最近見ないですね。最近なんか癖の強い女芸人見ないがちですけど、私が知らないだけかな。というわけで、で、そういう不満度があり、こっからがね、やっとね、得点の話になり、さっきのが得点だって思うじゃないですか。でも違って、得点は、各テストケースごとに、この自分の不満度分の、自分のっていうか、自分の町の不満度分の、他の全参加者の、不満度の最小値っていう、これで決まるっていう。なので、不満度を小さくすればするほど、1に近づいていて、合ってるよね。未だに点数をあまり分かってない。自分の不満度が小さくなると分母が小さくなるので大きくなるけど、自分がトップになったら1になるので、最大の点数は10の9乗です。自分が最小不満度を出すことはないので、基本的に自分の不満度が大きくて、分母の方が大きいので、10の9乗の、部分点が取れます。というわけで、これが相対評価スコアなので、自分の町の不満度はちっちゃくしましょう。というわけで、この後は、評価システムの話なので、何でもよくって、
一応この制約がまたね、大変なことになりまして、ノードの数が1000まで、エッジの数が3000まで。で、日数は30日までで、K は、t 分の M から t 分の M の事情なので、まあ、要は、全部の道の2倍の公示日が取れるっていうか、なんて言うんだろう。予備日が最大で、エッジの数だけあるというか、そういう感じになってます。で、というわけで、大体問題は、分かったと思うんですが、まあ、最後に、何日目に、どの道を、工事するのかを出力するというわけで、じゃあ、とりあえずこの不満度を実装して、スコアを出してあげようと思って、私が得意の、ダイクストラ法で実装したんですが、スコアを1回計算するのに2秒かかるっていうことが、分かりまして、で、これ、実行の制約時間が、6秒に、なってまして、3回スコアを出したら、競技終了っていう、そんなことあるっていう、状態になりました。ちなみにこれ、多分ね、他の C++ 使いの人は2秒もかかんなくて、私の実装が良くないっていうところもあるんですが、でもね、高速化しても1秒ぐらいかかるんです。なんでそれが分かったかっていうと、これ、ここに、評価するラストのプログラムがついてて、これでスコア出したら1秒だったので、多分1秒で高速化したら実装できるんだろうなと思って、とりあえず、そこは直したんですが、まあそれにしても1秒はかかりすぎですよねというのが、最初の感想でした。なので、そっからどうしようかなと。ちなみにその前に、ダイクストラ法の前に、全部の経路値を求めるんだから、マーシャル・フロイドだよねと思って、実行したら、永遠に終わりませんでした。なんかパソコンのファンが、永遠に虚しく回るだけで、結果は一向に出ず。というので、だいぶスタートから何も手も足も出ない状態になってたんですが、とりあえずそこの時の点数を見ていきたいと思います。とりあえずこれ、不満度を上げればいいんだと思って、不満度を最強にした結果です。で、それじゃいかんということに気づいて、ちゃんと実装したらこれになったんですが、そこまでの話をしたいと思います。とりあえず問題文なくてもいいか。で、とりあえず最初の気づきは、昨日の解説放送にもありましたが、ダイクストラを N の事情間やると、1秒はかかってしまうので、とりあえず数点だけやれば、だいたい禁じできるんじゃないってことで、1000点やった時のスコアと、10点ぐらい適当に選んだ時のスコアを比べて、だいたい同じ値出てるよねっていうのを確認しました。
若干誤差あるけど、これぐらいならいいかみたいな感じで比較しました。で、一応その時は最適化するものが何もなかったので、テストケースの中から絶対に行き止まりっていうか、完全な通行止めが発生しないだろうっていう簡単なサンプルを選んで、それに、ランダムに、工事の日を割り当てて、それで、スコアのサボっても大丈夫チェックをしました。ちなみに、スコア、サボったやつ、実装がこれです。最近コーディングゲームをずっとやってるので、大体の問題はモンテカルロ法で解けるぞっていう近似解が出るぞっていうのを、コーディングゲームで学んだので、ここでコーディングゲームの知見ノウハウ活かすことができました。なちやさんこんばんは。いらっしゃいませ。私も2秒ぐらいかかりました。ですよね。なんていうかアルゴの時は、全然別に定数倍、何の問題もないので、ずっとね、ライブラリーを適当に寝かせてたんですが、今回ね、真面目に高速化しましたね。ちなみに、高速化した結果の、タイプストラの関数が、こちらになります。ちょっとなんかいろいろ機能を付け足したので、このままライブラリにはならないんですが、高速化しました。という感じで、みどりちゃんのそうなんですか？何に対するやつかな？遅延の塩梅を考えると、多分、コーディングゲームは、モンテカルロ法で何でもできるっていう、そのあたりかな。実はね、真です。多分、誤解を恐れずに極端なことを言いますと、みたいな感じで言うと、モンテカルロ法だけで、コーディングゲームは、だいたい全部ね、ゴールドリーグに進出できます。HE ですね。HE のスコアがモンテカルロでどうにかなる。実はそうなんです。結局ね、5点、4点くらいあれば、だいたいね、一致します。そんなに誤差ないです。ただ、条件があって、通行止めが、どこにも繋がっていないっていうのが発生していない時だったら、誤差はほとんどないです。そりゃそうだっていう感じなんですが、通行止めだったら、どこも行けないので、スタート地点によって全然変わるんで。ということでね、このモンテカルロ法に、モンテカルロっていうか、数点だけやればいいってことに気づくのが、最初の900メガ点ぐらいのポイントになっておりました。980メガ点ぐらいのやつです。で、結果的にはそんなに変わらないんですが、代表点が、なんかランダムに同じ場所に固まったら嫌だなと思って、一応演習から選ぶっていう実装にしましたが、あんまり変わらなかったですね。なので、このモンテカルロ的なスコアを思いついた上で、あとは、シャッフルする関数が、C++ には用意されているので、多分 Python にもあると思いますが、ひたすら工事の日をシャッフルし、一番いい日を探すっていう脳筋プレイを
したところ、無事に900メガ点台になりました。で、ちなみに、なんでこれ、乱数で、乱数使うんだけど、純粋に工事日を乱数で決めなかったかっていうと、工事の、1日にできる工事の最大数が決まってるので、その条件をオーバーすると、ロングアンサーになるので、使える工事の日数はもう配列に全部入れておいて、順番だけをランダムに入れ替えました。そうすれば、先頭の、M 件だけ使えば、工事の日がオーバーすることがないので、ロングアンサーが防げます。という感じでね、これ、ソースコード、これなんですが、とっても短いです。とりあえずシャッフルするぜっていう、基本これです。で、なんか書いてますが、基本これ、シャッフルしてるだけです。ひたすら、シャッフルを繰り返し、スコアを、モンテカルロで、5点でやってますね。5点で計算し、最大値じゃないや、最小値を取り続ける。というので、こっからね、長く、辛い戦いが始まります。この時は、まだ参加者が100人もいなかったので、順位も2桁の前半にいたんですが、あっという間になんか3桁ぐらいになりました。という感じで、こっからね、点数が上がっていかないんですが、なんで悪いのかなと考え、考えっていうか、考えなくても、ランダムにやってるので、なんていうかね、ヒット率が低すぎるっていう、問題に、ずっと気づいておりまして、なので、コスパが悪そうな、この日に工事したら、あかんやろしかし、みたいな、そういう日を、どうやったら探せるかなというのを考えました。で、コスパが悪いっていうことは、つまり、そのノードを工事した時としない時で差が大きいっていうことだよねっていう。当たり前のことを、小泉大臣みたいなことを言ってますが、それを一応思いつき、工事しない場合の最短経路と、工事してる場合の経路の差分が、大きい順に、上位を選んできてシャッフルするっていうのをやりました。で、もうちょっとスコアいけるんじゃないかなって思ったんですが、全然ね、900メガ点にしかならなくて、いやー難しいなっていう気持ちに、ここで改めてなります。まくるさんこんばんは。いらっしゃいませ。今日は先週頑張った AHC の、振り返りをしています。という感じでね、ここまでは割とね、最初の週末のお話で、ここまで難しいけど、この先もっと素晴らしいことが思いつくんだよねってこの頃は、まだ思ってたんですが、一向に何も思いつかないっていう、ことになりまして、
仕方ないんで、ツイッターでも、しながら、過ごしていたら、ふと思い出す。あの日の思い出。ということで、なんかツイッターの誰かのリツイートで、誰なのかが一向に思い出せないんですが、結婚式の席次を最適輸送問題で解きましたみたいな、ブログがあって、それ読んだんですよ。別に最適輸送問題に興味があったんじゃなくて、結婚式の席次自動的に決まるんだっていう、そっちで読んで、これ決まらんわって思ったんですが、まあ、それはいいとして、なんか、最適輸送問題って、その、椅子取りゲームの、なんか誰がどこに座るかっていうのを決めるのに、その席次決めでは使ってたんですが、なんかもともとは、なんか倉庫から工場に商品を運びますみたいな。で、倉庫と工場の間の距離が決まっていて、で、倉庫にある在庫と、工場で、求められる数が、与えられるときに、一番効率よく、その材料を、届けてくださいみたいな、そういう問題なんですが、それって今回の問題にぴったりではということを思いつき、何かというと、もともと道路の数が M 本ですが、まあ、仮想的に、DK 本あると考えても問題がない。で、まあ、それがそれぞれ、1回ずつ工事をするんだと思って、DK 本のエッジから、D 道で経過所、要は、D 道分のところに、稽古ずつ、工事を届けるっていう問題だと思えば、それは最適輸送問題ですねっていうことに気づき、じゃああとは輸送コストを決めてあげればいいのではっていう。これ天才ではって、思って、検索して実装を始めたわけですが、永遠、難が出続けるっていう、バグにはまりまして、結局っていうか、次にその、最適輸送問題の説明もしようかなと思いますが、相当ね、不安定な、アルゴリズムらしいというのが、後々調べて分かって、まあ、バグってもっていうか、実装は正しいのに、難が出るっていうことが、多々あるらしいということが、分かりまして、茨の道に、入ってしまったなっていうのが、今回の感想です。で、ちなみに、その時に、輸送コストを決めなければいけなくて、ここがね、最後までね、バグらせて、結局、一番最初に作った、一番単純な輸送コストがファイナルアンサーになってしまったので、ここをね、ちゃんとできれば、もうちょっと上位狙えたんじゃないかなと思ってます。ちなみに、何したかっていうと、さっき言ったように、ダイクストラで、数点だけ評価しているので、各エッジが、その、最短経路上の変かどうかっていうのはわかるので、当たり前ですけど、最短経路上の変は、できるだけ工事をしないで、最短経路じゃない変を工事すればいいので、まあ、この最短経路に、含まれてないエッジの、コストを、低くします。で、逆に、
さっき言った工事した時に距離悪化が大きいところは、そこはその日に工事しない方がいいので、このコストは、大きくしますっていうね、とってもシンプルな感じの、コストを決めました。で、バグを永遠直した結果、720メガに、なって、これでフィニッシュです。このね、コストがね、なんかもっとちゃんとどれぐらい良くなるとか、どれぐらい悪くなるとかを埋め込んで、最短経路の、なんだろう、不満度が最小になる問題を、この最適輸送問題で解きますっていう感じにしたかったんですが、なんかね、全然わけわかんない値が出続けて、多分ね、範囲外参照とかをね、繰り返し、できませんでした。まあ、でも、この、結婚式の席次表から点数が上がったので、良かったかなと思います。ちなみに、その、ずっとバグらせてた、最適輸送問題を解く、プログラムがこれになります。アルゴリズム名が、シンクホーンノップアルゴリズムって、言うらしいんですが、その、シンクホーンです。で、2次元の輸送コスト。とある場所から、とある場所に、輸送するときに、2次元でそれぞれ組み合わせが定まるので、その輸送コストが、C で与えられます。で、出発地点にある、荷物の数を A で与えます。で、届けたい荷物の数を、B で与えます。それぞれ、複数拠点があるので、ベクトルになってます。というので、これを入れると、出力は、どこから、どこに何個届けたらいいっていう、2次元の配列が出てきます。今回の場合は、エッジが t 傾向あって、それぞれ、各エッジは1回工事するので、1個ずつ出荷をします。で、それを、D 日で処理しないといけないので、D 個の工場に、K 個ずつ、工事を納品します。という、2次元配列が、できるっていう、そういうわけ。そういうわけなんですが、このね、後で言いますが、この、イプシロンっていう、パラメーターがくせ者で、もうね、もうダメです、これ。原理が分かってないのに、適当に実装して、使うのはダメです。さておき、これ何してるかっていうと、なんか、行と列で順番に割り算して、なんて言うんだろうな。なんかちょっとね、感覚的に雰囲気はつかんだんですが、厳密な数学的な証明はよくわかんないんで、あれなんですけど、このコストの行列が、低いところに、この最後、出力の行列の数字が集中すればいいので、とりあえずまず、このコストは高いほど、なんていうか、物を送りたくないので、それが逆転するように、大きい数字と小さい数字が、逆転するように、エクスポネンシャル
を計算します。で、K っていう行列にします。で、あとは、これの値が大きいところに、たくさん荷物を送り込んで、値が小さいところは0にしていけばいいという感じで、この、なんだっけ、行と列の方向に、必ずこの最初に与えた A と B の、相和が保たれるように、割り算と足し算と繰り返していくっていう。ダメだ。皆様、シンクホーン、ノップ、アルゴリズムで、ググってください。そうすれば、すべてがわかります。っていうわけで、結局のところ、使う方としては、C のところに、いい感じの、輸送コストを設定すればいいっていう話、プラス、これから、使うだけの人に、メッセージをお伝えしますが、この謎のパラメーターが何に使われるかというと、このイプシロンの、マイナス C 乗を計算するときに、この値が、大きすぎると、このエクスポネンシャルが発散するので、割ってるっていう感じです。なので、これ、割りすぎると、今度0になるので、何も答えが出てこなくなるので、オーバーフローしない範囲で、大きめにしてくださいみたいな感じです。ああいう感じでね、今回、初導入のアルゴリズムを導入をした結果、720メガになりました。で、その結果が、なんだこれ。違う、これシステツなので、これが違って、これが、最終結果になります。というわけでね、全然ね、スコアがね、伸びていかないっていう、なかなか辛い戦いでした。前回の、なんだっけ、ハックトゥーザフィーチャー、あれはなんかいろいろ思いつけるポイントがあって、1個思いつくたびに少しずつ点数が上がっていくっていう、なんていうか楽しいというかなんというかあったんですが、今回はね、何も思いつかなかったですね。というわけで、今回、私がお伝えできるアイディアは、モンテカルロでだいたい計算時間が多い問題は解決できるかもしれないっていうのが1個目です。で、次は、山登りするために悪いところから改善していけば、そりゃ上がるよねっていうところです。で、最後は、日頃ツイッターで、見た情報は人生の役に立つよっていう、漫然と日々ツイッターを見て過ごしておりますが、いや、これはこれからの人生で役に立つ情報を収集してるんだっていう、言い訳ができたなと思って、これからもツイッターに励みたいと思います。完全にね、言い訳ですね。という感じです。そう。1週間ね、行き詰まってね、辛かったですね。何にもいいことが思いつかないっていう。
なざっとさんこんばんは。いらっしゃいませ。そう、最適輸送問題。いいと思います。多分。パラメータの値さえ間違わなければ、一応この、すごい少ない計算量で、椅子取りゲームができるので、そういう割り当て系の問題は、意外と使えるんじゃないかなっていう気がします。これ、ソースコードを、見ていただくと、ソースコードを、見ていただけるとわかるんですが、この、インとアウトの、次元の大きさのマトリックスがあって、それを、今これ、リピート順にしてますけど、10回ぐらい足したり割ったりするだけで、輸送コストが最小になる組み合わせがわかるので、それって結構便利なんじゃないかなって思います。わかんないけど、厳密解ではないので、アルゴだと、微妙にロングアンサーになると思うんですけど、厳密解じゃなくていいなら全然いいと思います。多分ね、厳密解出すアルゴリズムも検索したらあったんですが、遅そうな感じがしたので、これがおすすめです。やっぱりさんこんばんは。いらっしゃいませ。焼いてるところが見たい。ヒューリスティックといえばっていうやつですね。焼き生しね、ちなみにね、焼き生してもないんですが、途中で一回だけ、焼き生していそうな雰囲気だけ、導入したことがあります、今回。でもね、多分雰囲気だけやったので、あんまり変わんなかったですね。一応ね、今回、他にもやったことをあげておくと、やったけどダメだったことをあげておくと、山登りをしてますけど、平坦になったらリセットするっていう。これやったんですけど、諦めが早くて、逆に悪化するっていう。まだそこ、平坦じゃないからみたいなところで、毎回リセットして、ふもとから登り始めるのを繰り返して、性能が悪化しました。ねえ、焼き生しもね、一応やりました。焼き生しはね、何も変わらんっていう。一応この、厳密に言うと焼き生しじゃないんだよな。何したんだっけな。思い出した。この、シャッフルするのが、今回の基本戦略だったので、シャッフルするサイズをだんだん少なくするっていうのと、あと、それで、若干悪化しても、そこは許容するみたいな2パターンやったんですが、どっちもね、良くなったり悪くなったりで、安定しなかったので、意味ないんだなと思ってやめちゃいました。多分、正しい意味での焼き生しは、後者の悪い点数もたまには受け入るっていうやつだと思うんですけど、多分、今回、焼き生しの必要がなかったというか、意味がなかったのって、この、ダイクストラを適当に数点ランダムに選んで、点数を評価するっていうのをやってるので、
焼きなますにしてはスコアがランダムだぞみたいな。全然安定しない。全然ではないけど、常に、なんていうか滑らかに登っていくスコアではなくて、ギザギザしてるので、それで十分に、なんていうかたまたまこの変なところの回にはまってしまったみたいのが、うまいこと受けられたんじゃないのかなとか、勝手に、いい感じに解釈してます。実際のところは全然わかりません。何が起こっているのか。もうね、今回の問題、何がわからないって、出来上がったビジュアライザーの絵を見ても、いい工事と悪い工事の区別が私にはつかなくて、なんか左上に、不満度が表示されるんですが、この工事のどこが不満なんだい君たちみたいな気持ちになるって、全然ね、市民の気持ちが、わからない主張になりました。私なんかコーディングゲームとか、AHC とか、いろいろやって気づいたんですけど、この、ビジュアライザーとか、結果を見て、なんかそれに納得できる問題は強いんですけど、どうしてそうなるのかわからないみたいな問題は、全然ダメですね。勝ってるのか負けてるのかわからないから、改善のしようがないみたいな、そういう感じです。なので、私は、なんかとりあえず焼き直してスコアがランダムに上がるぜみたいな作戦よりも、なんかビジュアライザーを、グッと睨むことで解放が浮かびますみたいな。なんか昔の ABC の解説みたいな、そういうね、タイプなんだと思います。という感じで、今回も、工事を見ても何もわからないっていう、そこがね、敗因でしたね。で、ちなみに、アルゴ的な、なんていうかアルゴコンテスト的な能力の低さの範囲は、最後のこれなんですけど、終了後に、ツイッターとか、ブログとか、いろいろ巡回したんですが、エクストラ法の差分更新ができるらしいっていう、なんか、エッジを追加したり、削除したりしたときに、その最短距離が差分更新できるらしいっていう。このコンテスト期間中に、私もね、一応考えたんですよ。この差分で更新できないかなーって。できないなーって。そういうね、結論に達してしまって、そこから先に進めなかったのは、アルゴ力の足りなさかなと思いました。これ差分更新できることが分かってたら、これ、もともとこれ、演習場から代表点選んで、エクストラしてるので、それ差分更新して、で、ここで、最適輸送問題のコストも、厳密に、そのエッジに、工事を割り当てるかどうかで、計算できたので、結構いいところに行ったんじゃないのかなとか思うんですが、これ以上このソースコードに触りたくないので、これ以上深追いすることはしません。もうね、永遠にバグり続けて、このソースコードは、見たくなくなりました。ちなみにこれ、最終的に何行書いたかっていうと、残ってるのは、400行もないんですが、純粋に書いた量は
なんかもっといっぱい書いては消してしたような気がします。いやー、辛かったですね。あと今回、実装の定数倍高速化もいっぱいしました。多分ね、それでね、何十メガ点ぐらいはね、上がったっていうか、下がったというか、したと思います。マラソンのビジュアライザー要素が多すぎてどこ見ればかわからないがち。わかる。ですよね。ちなみに今回のビジュアライザーの、なんかクリックしたら、なんだっけ、なんとかに応じて色が変わりますっていうのが、最後まで意味がわかんなくて、あれ、何を表してるのかなっていう。頂点をクリックすると、その頂点からの最短距離の増加量に応じて、各頂点が色付けされます。って言ってるんですけど、結局これ、何がどう色付けされてるのか、意味がわからないまま終わりました。今見てもわかんないです。ということでね、せっかくビジュアライザーをライターの方が作ってくれたと思うんですが、何にも役に立てることができず、終わってしまいました。タイクストラのね、差分更新はね、やり方はね、誰も書いてないんですよ。みんなね、なんか確かにできるみたいな。できるわみたいなことをね、みんな言ってるだけで、どうやってやるかはね、実装はね、どこにも書いてないんです。なので、せめて、差分更新のオーダーを教えてほしいなと、私は思ってます。なんか更新があったところの、それよりも先のところを全部計算し直すんだったら、まあできるかなっていう気持ちがしてくるんですが、それって最悪で、ダイクストラと同じ計算量なので、そうじゃないんじゃないかな、みたいな気がしてるんですが、わかんないんですよね。なので、知ってる人は、とりあえず計算量だけでも教えてもらえれば、そっからエスパーして、実装方法を考えるので、さすがに計算方法まで書いてくださいは大変だと思うので、と思います。ビジュアライズの分かりやすさでモチベがだいぶ変わる。それですよね。いや、なのでね、コーディングゲームのね、モチベの高さはね、あれはね、まずいですよ。あれ楽しいので。今回HC が始まる前に私ツイートしたんですけど、コーディングゲームのビジュアライザーに慣れすぎて、HC のビジュアライザーで満足できないかもしれないみたいな。いや、実際ね、いや、満足できないかもしれないって言って、まあ活用できてないので、満足も不満もないんですが、いや、やっぱりね、シンプルですよね。それでも今回、割とカラフルかな。AHC の中では、割となんか綺麗な見た目なような気がします。なんか誰かわかんないですけど、ツイッターでこれ、シミュレーターの、アニメーションギフが出力できるんですけど、パチンコ屋の看板みたいにしてる人がいて、
これは面白いって思いました。田舎のパチンコ屋の看板、大体こんなガチっていう、岐阜の動画がツイッターであったので、探し方わかんないけど、探してみてください。という感じで、この、サードさんの、プログラミングコンテスト、楽しませていただきました。ということで、お時間もいい感じになってまいりましたので、今日のところは、これでおしまいにしようと思います。そうだ。最後まで、見ていて、別に、ここにいる人に言っても、何の意味もないんですが、雑談です。昨日AHC の公式の、アットコーダーの公式チャンネルの配信を見ていて、今日プロアの、なんていうか、配信にありがちなんですが、マイクのホワイトノイズがめちゃくちゃ入るっていう問題があって、で、多分、マイクが安いわけじゃないと思うんですよ。多分ね、いいマイク使ってると思うんですが、2人で喋るのにマイク1本で多分ね、共用していて、全部それで拾おうとするので、原因が高すぎてノイズが入るですよ。なので、マイクは人に近づけすぎて悪いことはないっていう話があるので、別にアットコーダーの公式配信は、自由にやっていただければいいんですが、今日プロ配信を、皆さんはするときは、マイクはできるだけ口に近づける。キーボードからは離す。これによってね、今日プロ配信の、音質の改善が図れるので、ぜひ、皆さんもやってみてください。ちなみに逆に、マイクを口から離す。キーボードの横に置く。これを実践すると、ホワイトノイズ乗りまくり、打鍵音入りまくり、お前は何を喋っているんだっていう、ことになります。ということで、最後に、今日プロ配信の、豆知識でした。ということで、今度こそ、おしまいにしたいと思います。というわけで、皆さんもありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。